か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今日はですね、ライブの皇帝イ・スンチョルさんを紹介していくんですが、ちょっと最近の私の話をいたしますと、先日ですね、3月末に久しぶりに実はライブをしました。大阪はですね、新型コロナの第6波が少し落ち着いていた時期で、まん延防止というのも解除されたタイミングだったので、本当にね、久しぶりに人前で歌を歌わせていただいたんですね。実にね、2年半ぶりでした。まん延防止解除されていたと言っても、もちろん出番以外はですね、出演者もみんなマスクをして、お客さんもマスク着用と、で会場も定期的に換気をしてということで対応して、可能な限りのね感染対策というのは行った状態のライブでございました。私は職業がね医師なので、特にこのコロナ禍の最初の頃っていうのはもう絶対に感染してはいけないっていうような雰囲気があったんですよ。もう医師が感染しようものなら全国ニュースになってたような時期もあったので、外食とかもね職場から禁止されて、ライブなんてもはやもってのほかの状態だったんですよね。で歌のレッスンもうずっと続けてたんですけど、結局マスクをねやっぱ対面ですると外さないといけないので、感染リスクを考えてこの2年間ずっともうコロナ禍になってからオンラインで受けております。それでね2年半人前で歌ってなかったんで、もうその先日の時も実はライブの仕方を完全に忘れてしまっていてですね、まずね歌いながら目が開けられないんですよね。こう歌ってる時に視覚的な情報が入ってくるということにも慣れてなくて、やっぱ今レコーディングとかしててもこう A メロ B メロとかね、こう特に浸って歌うようなところはもうよく動画でも目閉じてると思うんですけど、そうやって集中して歌う癖がついてしまってたんですね。でやっぱりライブっていうのは歌の中でもお客さんとこうコミュニケーションを取りながら歌うっていうのがね醍醐味なんですけど、私がずっと目を閉じてるんで、なんかちょっと自分の殻に閉じこもってるようなねステージングになってしまって、ステージを楽しむっていう余裕がねやっぱなかったですね。久しぶりだったんでね。しかしですね、その反面この MC がめちゃくちゃ上手になっていて、で MC っていうのはこう曲の間に話すねトークの時間のことなんですけれども、やっぱり今このカンバラを聴こうを週に2本、それからジョイジョイライフをねゆかさんと一緒に撮って1本上げているので、合計ね週に3本ラジオ撮ってるんで、この言葉のまとめ方とか、あとこう話す時の抑揚のつけ方とかですね、こういうのが圧倒的に成長してたんですよ。なんで歌はすごい閉じこもって歌ってるのに、トークになった瞬間ですね、こうステージを歩いてお客さんの目を見ながら話し始めるというようなね、人格がもうね歌とねトークで全然変わってしまって、もはやシンガーじゃなくてこの漫談中心の人なんじゃないかみたいなね、そんな感じになっておりました。アーティストでも結構 MC の得意不得意って分かれるところがあってですね、全く MC をしないスタイルのアーティストというのもいらっしゃるんですね。代表的な方だと安室奈美恵さんとか、あとよくこの番組で話題にしている玉置浩二さんもそうで、ライブに行ってもずっと歌い続けて、最後にありがとうって一言だけ言ってこう帰っていかれるという、そういうスタイルでしたね。一方で日本のアーティストでめちゃくちゃ MC が上手で長かったのはスターダストレビューの根本要さんです。でスターレビのライブもですね、ライブの途中に休憩時間があって、1部2部ってあるんですけど、この休憩時間にねお客さんはねトイレ行ってるんですけど、その間もずっと要さんはステージに出てね喋ってくれるんですよ。でも散々歌ってるじゃないですか。でスタレビの曲ってすごいキーが高いのに、なんか喉を休めなくていいのかなと思ったんですけど、要さんがステージ上からですね、はいトイレ行ってきてね、休憩あと5分だよとか言ってね言ってるんですよ。大変面白かったですね。そんなアーティストによってもスタイルがあるね MC の話でございましたが、さてではね、そろそろ今日の本題に入ってまいります。
今日はですねライブの皇帝イ・スンチョルさんを紹介するんですね。このイ・スンチョルさんももう名曲がめちゃくちゃ多くて、で2000年から2010年あたり特にドラマや映画の OST というのを多数歌われておりますので、こういったドラマや映画の曲からご存知という方も多いかと思います。スンチョルさんはですね本当にね天才だと思いますね。私は天性の感覚で正しいことにこう自然とたどり着けてしまうタイプのボーカリストっていう感じです。でこういう方っていうのはねやっぱその凡人が論理で追いつけないところにいるんですよ。なんか論理的に分析していくのではたどり着けない領域の何かを持っているんですよね。もう本当日本だったら玉木さんみたいな、玉置浩二さんももうそういうタイプだと私は思ってるんですけど、私はこうやってラジオとかでねいろいろこうボーカリストの分析とかをしているんで、どちらかというと論理型なんですね。で歌に関しては正直もう全然自分では才能がないなと思ってるんですけど、論理的にね分析するっていうのも一つ才能の一種といえばそうなのかもしれないんですけど、やっぱり私みたいにこう分析から入るタイプっていうのはこういう天性の感覚で歌える歌手にはもうどれだけ練習しても追いつけないなっていうところがあるんですよ。でそういう面で本当にスンチョルさんっていうのはすごくて、でやっぱ憧れでもありますし、ほとんどの音源を私遡って聞き込んだ歌手の一人でございます。ということでスンチョルさんの基本情報からまた行くんですけれども、イ・スンチョルさんは1966年生まれの55歳です。なんとシン・スンフンさんと同い年なんですね。この原稿を書いてね初めて知りました。でイ・スンチョルさんも非常に実績のあるレジェンド歌手ということで、もう最近ではですねスーパースター K とか、あと新しい歌手っていうね番組でもオーディションの審査員をされていてですね、もう指導者側の立場でもあります。でスンチョルさんがデビューされたのは1985年です。結構前ですよね。でこの時はプファル、復活というバンドのリードボーカルとしてデビューされます。でこのプファルっていうバンドの1枚目2枚目のアルバムはイ・スンチョルさんがリードボーカルをされていて、これがヒットしてですねもうデビュー早々プファルというのは人気のロックバンドになるんですね。でプファルの中心人物というかリーダーはですねギター担当のキム・テウォンさんという方なんですが、このプファルというバンドもアルバムごとにねリードボーカルがこう違ったりですとか、よくねメンバーが入れ替わっているバンドです。なんでこうアルバムごとにちょっとテイストが変わったりとかして、そういったことも楽しめるバンドですね。でスンチョルさんはやっぱテウォンさんと意見の対立があったっていうことになってるんですけど、この2枚目のアルバムの後プファルは脱退されるんですけれども、8枚目のアルバムでまたプファルに復帰しています。でこのプファルも本当に名曲多しで、最近のドラマの OST とかにもなっていますので、またね今後このバンドにはなってくるんですが、このプファルもカバーしたいアーティストの一人ですね。そして、プファルを脱退された後ですね、1988年にスンチョルさんはソロデビューされるんですが、このソロデビューのファーストアルバム収録のアンニョンミラゴマラジマ、さよならなんて言わないでという曲、あとマジマコンサート、最後のコンサートという曲がねヒットするんですね。特にこのマジマコンサートっていう最後のコンサートっていう曲は先月紹介した覆面歌王でも勝負曲としてこう持ってくる歌手というか歌う歌手がいて、そこで聴きましたね。で判定員もこのイントロの時点でマジマコンサートじゃないかみたいなね感じで気づくっていうぐらい、よく知られた往年のヒット曲の一曲でございます。でただ1988年とかはですね、私まだ幼児ぐらいの年齢だったんで全然ね韓国の曲とはリアルタイムには出会ってなくてですね、
私が初めてスンチョルさんの音楽に出会ったのは悲しみよりもっと悲しい物語という映画です。スルプンボダとスルプンニヤギという韓国語タイトルでしたが、この映画の主題歌でそんな人はもういませんというタイトルの曲でした。クロンサラムとオプスミニダですね。でこの映画はですね、クオンサウンさんとイ・ボヨンさんの主演でして、本当にひたすら悲しい話なんですよ。もう最後まで救いがなくて泣き続ける辛い話という感じですね。2000年代初頭の、ドラマ、私が最初に出会った韓国ドラマも結構そういう話が多くて、この映画自体は確か2008年ぐらいだったと思うんですけれども、そういった頃の韓国ドラマが好きで泣きたいっていう方には、ぜひおすすめの映画でございます。でこの映画の OST にはですね、キンボムさんも参加されております。そしてなんとイ・スンチョルさんはこの主題歌を歌ってらっしゃるんですけど、映画の中にも実は本人役として出演されてるんですよ。つまり人気歌手のイ・スンチョルの役としてイ・スンチョルさんが出演されてるという状態ですね。で冒頭からスンチョルさん出てきはるんですけど、その最初のシーンがですね、スンチョルさんがレコーディングをしているというシーンから始まります。で最初スンチョルさんの姿は映らなくて、声だけね、スンチョルさんが歌ってる声とスタジオの景色みたいなところから入るんですけど、まずその声がね、めちゃくちゃいい声でめちゃくちゃ上手なんですよ。ですごいいい感じで歌ってるのに、スンチョルさん映った途端ですね、そのレコーディングの途中でこんなもう幼稚な歌詞の歌なんか歌えないよって言ってね、怒り始めるんですね。でなんだここの歌詞ちょっと幼稚すぎないか、もうちょっとちゃんと書いてくれた歌じゃなきゃダメだよっていう風に怒ってね、レコーディングを中断して出てっちゃうわけですよ。そこで、PD って言ってプロデューサーですね、そのプロデューサーがちょっとって引き止めて、いやスンチョル大丈夫だ、どんな歌詞だってお前が歌えば国民は泣くんだよっていう風にね、なだめるんですよ。なだめるんだけど、スンチョルさんは、いやもうこんな歌はダメだ、歌ってられない、もっとちゃんとした歌じゃなきゃダメだっていう風にね、こだわりを見せているんですが、この場面ね、私としては正直 PD のプロデューサーの方の意見に賛成なんですよ。もししょうもない歌だったとしても、これスンチョルさんが歌えばね、泣きますよ。みんな泣くと思います。これに関してはプロデューサーが正しいんですが、その後スンチョルさんが自分の新曲にしようと決めた曲がこの映画のね、2人の悲しいラブストーリーから書かれた歌詞だったという内容なんですね。この映画の内容も本当にザ・悲哀な韓国のラブストーリーという感じでですね、クオン・サウンさんが主演ということで、私は結構天国の階段を思い出すんですけれども、これもねぜひね見てみてください。で本当にこの映画からまたこのそんな人もういません、クロンサラムと罪だっていう曲の歌詞は非常にリンクしますので、ぜひね楽しめると思います。そしてスンチョルさんのね歌声の特徴の話に入っていきますが、まずねスンチョルさんの歌声はハスキーボイスです。そして繊細な魅力があるんですよね。結構韓国の方ってハスキーボイスの方多いんですけれども、なんかハスキーで荒々しくて迫力があるっていう歌詞が多いんですけど、スンチョルさんの場合はね繊細なハスキーボイスの方なんですよね。でちょっとボイトレのマニアックな話にはなってくるんですが、発声ですよ。声を構成する3要素というのがあります。1つ目は声帯の閉鎖具合、それから2つ目息の量、3つ目が響き、この3要素でどんな声になるかっていうのが決まってくるんですが、スンチョルさんというのはですね、声帯を薄めに閉鎖した状態でのコントロールがめちゃくちゃ上手で、ここの技術がもう神がかっております。で声帯を薄く合わせるとどういう響きになるかというと、はーってこういう感じです。響きが裏声寄りになります。で同じ音でも厚く合わせるとあーこういう風にね響きが地声寄りになるんですけれども、裏声みたいにねはーって薄く使うと喉に負担がかかりにくいというメリットはあるんですが、どうしてもね息は漏れがちになるんですね。この合わせた声帯が薄く弱く合わせているので、息が漏れやすいと発声はちょっとふらついたりとか不安定に傾きやすいというデメリットがあるんですが、でも
もスンチョルさんはこの薄い声帯でも安定してやっぱそこに適切な量の息を当てるっていうことで強弱や音の厚みを繊細にコントロールできるという技術をお持ちです。で特にやっぱこの声帯の閉鎖具合と息の量が合うかっていうのはすごくボーカルの技術の中で大切だけど難しいところなんですね。薄く合わせた声帯に多すぎる息の量を当ててしまうとこう極端にやるとね、こういう風にこう声帯がポーンとこう開いちゃって吹っ飛んでいっちゃって息だけしか出ないっていうことになっちゃうんですけど、このあたりを非常に繊細にコントロールできます。あとですね、ピッチコントロールといって音程の正確さが本当にすごいです。なんでもうやっぱりライブの工程ですから、ぜひねスンチョルさんはライブアルバムを聴いてみていただきたいんですね。で私がおすすめするのが2015年から2016年に行われたワールドツアーの音源 The Best Live World Tour というアルバム、これがねおすすめです。でこれは韓国だけじゃなくて、外国でやったライブの音源とかもねこういいものをこう寄せ集めて一つのアルバムになっております。で収録されている音の状態も非常に良くて、観客の熱気ですとか、あとスンチョルさんのブレスとか息遣いまで詳細に聞き取ることができます。でバンド演奏もねオーケストラが入ってたりとか、非常にダイナミックだったりして、こうライブの工程というね、その代名詞これを感じられるアルバムですので、ぜひ聴いてみてください。でねやっぱりこのスンチョルさんっていうのは本当に歌の中で繊細なコントロールをされているんですけれども、やっぱその全てをね計算でコントロールしているわけではなくて、むしろかなりの部分をね感性でたどり着いているように私は思うんですよ。これはあくまでね私の感想なんで、ご本人はもしかしたら分析派なのかもしれないんですけど、なぜそう思うかというと、計算でできるよりももっともっと細かいニュアンスが含まれてるんですね。せいぜい私が歌う中でここを例えばクレッシェンドしていこうとか、ここビブラートかけようって言っても1音ごとにしか私は考えられないんですけど、スンチョルさんはその短い1音の中でも微妙にこう響きを変えてたりとか、こうビブラートの仕方を変えてたりですとかね、こういう風に1音ずつで全然ニュアンスが変わったりとかするんですよ。そういうのってなかなか計算ではできないんじゃないかなと私は思ってるんですね。でスンチョルさんの歌って正直そこまで音域がめちゃくちゃ広いってわけでもないし、キーが鬼のように高いっていう歌でもないんですよ。で言ってしまえば、比較的誰でもカラオケでカバーできるような歌なんですけど、それでもねなかなかスンチョルさんのように繊細に歌える人っていうのはいないんですよね。でさらにデビューされたのが1980年代ですから、まだこの1980年代っていうのはそこまでボーカル理論というのが確立されていない時代だったと思うんですよね。やっぱりボーカル理論っていうのが一番進んでるのは私はアメリカだと思うんですけど、アメリカでもやっぱり90年代ぐらいからボーカル理論ってすごく知見が積み上がってくるので、まだこの80年代っていうのはね、特に韓国だったらボーカル理論っていうのは確立されていなかったと思うんですけど、こうしてバランスのいい発声で何十年も歌えるっていうのはね本当に天才だと思います。そんなわけでね、今日はライブの工程イ・スンチョルさんの紹介をしたらまたちょっとエピソードが長くなってしまいましたが、次回はねスンチョルさんの歌を1曲カバーしてお届けしたいと思います。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月のリクエスト企画に向けてリクエストを募集中です。 YouTube の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。